ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース3つ取り上げていきます。まず第一に、ウクライナ軍によるドローン攻撃。今日もまた燃料タンクを爆発させることに成功しています。連続して攻撃ができているということは明らかにこれまでと違った状況ですから、改めてドローンによる攻撃の意義について解説しておきましょう。2つ目に解説するのは、ウクライナ軍の反攻作戦が始まったというのを、ロシア側の傭兵部隊ワグネルの頭目プリゴジン氏が発言しています。戦争研究所のレポートをもとにして、果たして反転攻勢の作戦は始まっているのでしょうか。戦況解説を行います。そして3つ目の話題は、ロシアにとってはもはや後戻りできない不利な外交についての話をします。NATO に加盟したフィンランドが今度は米軍基地を国内に作ろうとしているというのです。もうたったこの一言だけでもロシアにとっては墓穴を掘ったなと思えるようなことなのですが、改めてこのことについても言及しておきましょう。それではまずはウクライナ軍のドローン攻撃連日続いているので、今回はどこを攻撃したか見ていきます。今回ウクライナ軍が攻撃した場所はイリスキーという場所の燃料貯蔵庫です。まずはセバストポリに対する攻撃、次にクリミア大橋を越えてタマンへの攻撃、そして今回はイリスキー。この3カ所への攻撃には一つの特徴があります。それはそれぞれの場所において全て燃料貯蔵庫に対する攻撃だということです。こちらが今回炎上しているイリスキーの燃料貯蔵庫。ただし、今回燃えている燃料タンクは一つだけでした。このことからもわかることがあります。それは、ウクライナ軍のドローンにはあまり多くの爆薬を積めないということです。だからこそ、爆発すればその後勝手に燃えてくれる燃料貯蔵庫が狙われているということです。大型のドローンであれば爆薬の量もどんどんと増やせることから大きな威力を発揮することができます。それであれば、あたかも航空用爆弾による空爆かのようにして軍事基地を狙うというのも一つの選択肢でしょう。しかし、現在のところウクライナ軍では開発途上にあるために射程距離を伸ばすとどんどんと燃料も搭載しなければならないことから爆薬の量までは確保できないという現状なのでしょう。そうした意味では、現在の能力に見合って最も被害を与えられる標的として燃料貯蔵庫を狙っているのでしょう。ロシアは基本的に産油国ですから、燃料貯蔵庫がどんどんと爆発したところで燃料が尽きることはありません。しかし、貯める場所がないのであれば、生産それ自体にも支障が出ますし、前線に近いところの貯蔵庫がどんどんと焼けてくれば、さらに後ろの方から持ってこなければならない。つまり、兵隊に対する負担は増えることとなります。しかも、ウクライナ軍の攻撃がクリミア大橋を越えたところまで来るといったことからもわかるように、この辺りに防空部隊を配置しなければ、無防備のままで攻撃を受け続けることとなります。これまではロシア軍の方がイラン製のドローンを使って様々な場所に攻撃してきたわけですが、今度はウクライナ軍の方から逆にドローンによる連続的な攻撃が仕掛けられているというわけです。しかも、ロシア軍とウクライナ軍には明確な差があります。ロシア軍の場合だと一般市民に対する無差別攻撃を行っており、多くの一般国民が亡くなりました。しかし、ウクライナ軍が行っているドローン攻撃は明らかに戦略目標に対する攻撃であり、一般市民に対する無差別攻撃とは性質が異なるものです。防御の甘いところをひたすら突き続ける。それに伴って被害を拡大させるという非常に基本にのっとった作戦だと言えます。また、これまでのような一度攻撃したら第2弾、第3弾が来ないといった状況と比べると、今回のように連続的に攻撃しているというのは明らかに生産体制もある程度整ったということを示しています。できればこのように毎回取り上げるのではなく、もはや気にすることもないぐらいに連日のようにドローン攻撃を行うことができて、それに伴ってロシア軍の補給線にダメージを与え続けることができれば、ロシア軍の戦闘能力を徐々にすり減らすことができるでしょう。それでは次の話題に行きます。ロシア側の傭兵部隊ワグネルの頭目プリゴジン氏です。彼はインターネット上にこのようなメッセージを発しました。1日でワグネル社員116人が戦死した。ワグネルの弾薬は数日分しかない。ウクライナ軍の反撃が始まっており、敵は多くの兵士と弾薬を持っている。ワグネルの支援要求はロシアの正規軍からは無視されている。プリゴジン氏はこのようにウクライナ軍の攻撃が始まっているという話をしています。
それでは戦争研究所はどのように現在の戦況を見ているのでしょうか。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、丸が付けられている部分が激戦地です。東部戦線において長く戦い続けているバフムトですが、ここ最近に来てウクライナ軍の増援が入り、ロシア軍はバフムトを陥落させることができていません。その南アウディーウカにおいても激しい戦闘は継続中。その南マリンカでも激しい戦闘が続いているのですが、ここに来てウクライナ軍の増援が入り、押し戻しているところがあるようです。例えばこれまでウクライナ側から発表される戦闘シーンの映像については、塹壕にこもって向かってくるロシア軍をなんとか撃退していますよといった動画がほとんどでした。ここに来て増援が入った話と連動する形でバフムト周辺におけるロシア軍の陣地に対する攻撃を行っているといったウクライナ側からの攻めの動画も出てきています。戦況報告とともにどのような戦闘シーンについての動画を出してくるかといったのも変化を嗅ぎ取るための重要な情報です。続いて南部戦線の戦況。南部戦線はヘルソン州とザポリージャ州2つがあるのですが、ヘルソン州においては目立った動きはありませんでした。というわけで今回はザポリージャ州の戦況を見てみましょう。ザポリージャ州での戦いは基本的にはある程度落ち着いていると言えます。ロシア軍はこの地域で前進するのではなく、陣地を築いてウクライナ軍の反転攻勢に備えているところです。そのような状況の中でウクライナ軍による強めの攻撃が入っています。ただしこれは本格的な作戦全体が発動されているかどうかはちょっとわからないぐらいの話なので、戦争研究所では威力偵察を行っているのではないか。そしてその話の出所もウクライナ軍というよりはロシア側の方が過度にウクライナ軍の攻撃を恐れているから話が出ているのではないかと戦争研究所は取り立てて騒ぐほどウクライナ軍が大規模な攻勢に出ているわけではないとしています。現在のところウクライナ軍による反撃というのはバフムトが落ちないようにするための増援が入り、周辺の陣地に対する防御的な攻撃、そして街中においてもある程度押し返して自分たちの防御陣地を少しでも安全にしようという感じです。しかしそのように少しでも強く出てくると、さあウクライナ軍が反転攻勢に出てくるのかとロシア軍の方は戦々恐々としている様子をちょっと伺い知ることができます。ただしプリゴジン氏の言ったウクライナ軍が反転攻勢に出てきたという話はどちらかというとさっさと逃げ出すための口実ではないかと私は見ているので、彼が大きく騒ぎ立てても実際にはそれほどウクライナ軍は激しい動きをしていない可能性があります。またインターネット上では私の考えとは全く別にプリゴジン氏は本当に苦しくて部隊が全滅する可能性があると言及している人たちもいます。まあそれならそれでウクライナ軍にとっては朗報ですから期待したいところです。ここまでは戦況についての話をしてきたので、戦場から離れて外交の話をしましょう。ゼレンスキー大統領は今フィンランドそしてオランダへと外遊をしているところです。フィンランドにおいては北欧の国々との連帯といったものが示されており、オランダに行った時には国際刑事裁判所 ICC に訪れて、プーチン大統領が容疑者として引っ張られてきて裁判にかけられる姿を見たいものだという話などをしています。そして今回注目すべきなのはフィンランドです。フィンランドはつい先日正式に NATO に加盟しました。中立から NATO 陣営、その先に待っていた議論というのが米軍の基地をフィンランド国内に作ろうではないかといった話です。ロシアの隣国フィンランド、米軍駐留を希望、ステルス戦闘機 F-35 配備も検討。ロシアと国境を接するフィンランドが国内に米軍基地の建設を検討している。ウクライナ戦争で安全保障の不安を感じたフィンランドは NATO に加盟したのに続き、米軍駐留という安全弁まで確保しようとしている。現地の報道によると、フィンランド政府はすでにアメリカと米軍基地建設について議論を始めた。フィンランド外務省のアンテル政治外交担当副局長は安保協力強化のためにアメリカと2国間の国防協力協定 ECA を結び、これを土台にフィンランドにアメリカの主要軍事インフラ建設を認めることを検討しているとし、米国側と議論したと明らかにした。続いて、米軍基地は2カ所以上になる可能性がある。実現すればフィンランド内の米軍兵力配備、軍需物資調達及び貯蔵などが可能になるとし、最も重要なのは、あらゆる安保状況で
アメリカと迅速かつ円滑に意思疎通ができるという点と強調した。米軍基地の規模や配備兵力など具体的な内容は伝えられていない。ただ、アンテル副局長はアメリカの F-35 ステルス戦闘機が配備される可能性に言及した。フィンランドは昨年、老朽化したフィンランド空軍の F-18 戦闘機を入れ替えるため、アメリカから F-35 戦闘機64機を約1兆2640億円で導入する契約を締結した。アメリカは世界80カ国以上に約750カ所の軍事基地を持つ。このうちヨーロッパ全域に約6万人が駐留しているが、ドイツが最多の3万3900人だ。またアメリカは北欧のスウェーデン、デンマークとも国防協力協定 DCA を進めている。フィンランドは武装中立国でしたから、基本的にロシアにとってはあまり気にしないでいいはずの相手でした。しかし、ロシアがウクライナに対して本格的な侵攻を行い、領土を分取り、そしてウクライナの国家の滅亡すらも望んでいるようなことから、北ヨーロッパの安全保障環境は全く変わりました。それまで中立国であったフィンランドやスウェーデンは、もはや中立国であること、それ自体が非常に危険であると認識し、NATO に加盟申請したのです。現在のところスウェーデンはなかなか加盟できる状況ではありませんが、フィンランドはこのように加盟した後の話として、米軍の駐留といったものを望むようになっています。フィンランドとロシアとの間には非常に長い国境線があるわけですが、フィンランドが NATO に加盟したプラスアルファ、米軍基地もフィンランドにできますよとなれば、これは明らかにロシアにとって外交的な墓穴を掘った状況だと言えます。このようなことを招いたのは別にフィンランドが悪いのではなく、明らかにロシアのプーチン大統領自身が自分の行った行為の反動として出てきた話であり、しかもこの話はもはや後戻りはしないでしょう。NATO に加盟したフィンランドは、たとえプーチン大統領が変わったとしても、全体状況が変わらなければ NATO から脱退することなど考えられません。ですから、プーチン大統領のやったことというのは、自分自身だけではなく自分の後の人たちに連綿と続く圧迫を受け続けなければならないという安全保障状況といったものを生み出したのです。そして NATO 加盟を果たし、米軍との協力関係もどんどんと強化することができれば、フィンランドは存分にウクライナ支援をこれからも手厚く行うことができるでしょう。といったわけで今回の動画では3つの話題について取り上げてきました。ウクライナ軍によるドローン攻撃が単発ではなく連続的に行われていることから、生産体制や遠方に対する攻撃といったものが戦略的に十分実施される段階になったというのは非常に朗報だと思います。そしてロシアの傭兵部隊ワグネルの頭目プリゴジン氏がウクライナ軍の反転攻勢が始まったかのような話をしています。単純に彼のロシア中枢に対する物資をもっとよこせという要求のための虚言かもしれませんし、実際に彼の部隊が窮地に立っているかはこれから判明することでしょう。そして戦況から外れて外交の話。ロシアのプーチン大統領の失態は彼がいつまで大統領を続けるかに関係なく、ずっとロシアにとって非常に大きなマイナスの影響を与え続けることでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また SNS 等でも拡散よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。